大反省会。よっ、ほんまに違うと思って、自分たちの準備不足。今までほんと喋ってればいいんでしょみたいな。全然違う。ここにも俺も萎縮。嫌いになりそう今日で私大丈夫。いや違うよ、もうなんか全てがこの一つに集約されてるというか。結局ね。ココニーです。大です。中井ファミリーです。お願いします。映ってないんですけど、15種類のキットカットの味がここにあるんです。すごすぎ。そう、そもそもこれが一つの場所に売ってたこともすごいし、そう、本当にそう。僕グルテンとカゼインを取らない生活してるんですけど、両方入ってます。やかましいでしょ本当に。てなわけでルール古虫で美味しいものを食べます今日ね。で食べながら今日は何をしますか？今日はコラボ撮影の大反省会。よっ、ほんまにもうね、子犬だったマジで。コラボする時の私もだいぶ美化されてる。いや本当に何どういうこと？いや誰とコラボしたか。あ、そっか、言っていいのか。大発表。ゼロプリ様と。やばすぎ。そうなんです。本当にありがとうございます。超大御所大先輩 YouTuber 様とコラボさせていただいて、やっぱ技量。食べながら喋ろうよ、そこら辺はさ。ドゥイー。まず1個目、これ桜きなこ。これどんどんいかないと。そう、本当にとんでもない量あるから。いただきまーす。あ、めっちゃ桜。うわ、美味しい。あ、ちゃんと中からきな粉が出てくるって感じする。まあチョコだから甘いけど、いわゆる桜味みたいな、なんか作りきった感じはあんましない。美味しい。うみゃ何だからどういう風な反省をしたかってことでしょ。もうやっぱ話し方が上手です。もうこれなんかやっぱさ、いや特にやっぱりさ、関西の人たちって話上手じゃん。な人多いっていう多いじゃないですか。もちろんね、もともと多分上手なのかわからないけど、いやでもゼロプリさんはみんな鍛えられてきたんだと思うよ。本当にそれは思う。でもだってもう長いですもん。それぞれでさやってたでしょ。多分それぞれにそれぞれの活動があって、で何かをきっかけに皆さんでグループを組んで YouTube 始めて。私桃川さんめっちゃ昔見てた。いや僕これすごい好き。見せようやっぱ美味しすぎる。抹茶ショコラ。じゃあ一旦抹茶で攻める。やだ。じゃあ次行きたいのショコラオレンジ。なんかまずやっぱりスタートした瞬間、撮影がね、そのコラボの撮影がした瞬間に、あ、違うと思って、こんなに私頑張れないとかできないわと思って。唯一の関桃人なんだよね、桃川さんが。めっちゃオレンジ。あ、でも美味しい。すごい、私今のとこ結構好きかも。なんかゼロプリさんはほんとトークが上手で、なんなんでしょう、あれはやっぱもう自分たちの準備不足。いやほんまにそう。なんかみたいな。まずリアクションもすごい、みんな100点満点大正解のリアクションをしてくる。いやリアクションはね多分問題なかったよ俺ら。あ、本当に？リアクションは大丈夫だった。話の問題？話し方とか。ミルクティーいただきます。めっちゃミルクティーだ。でもちょっとティー弱め。結構ホワイトチョコが強い。あ、確かに。でも私ホワイトチョコレート嫌いだけど、私このチョコ好き。ドゥイー。どんな話してたっけうちら。まずなんかもう終わった後にすごい早くどんなのが完成するのが気になっちゃって、ずっと言ってたね。本当に大丈夫だったかなっていう、全てが。しかもなんていうの、自分たちだけの動画じゃないわけじゃないですか。だからまあゼロプリさんのことが好きなファンの方とかを見るってなったら、私絶対キモいと思ってそれが世にもうバーってなるのが今ちょっとドキドキしてる。だから次からっていう話で、ちゃんと用意しなきゃねっていう。多分皆さんがもう見慣れてる YouTuber さんたちは、いやマジ思う。すごいんですよ。台本とかじゃないと思うけど、多分流れみたいなものは多分決めて撮影してるから、あれただ喋ってるだけじゃ絶対ない。いやマジでほんまにそう。マジでだからほんとかさ、私さ YouTuber 始めてまだ1ヶ月とかじゃん。まあ YouTuber にもなってない。まだ。じゃあYouTuber になりたい人だとして YouTube をちょっとかじってる人、やってみようとしてる人なんだけど、悲しいよね本当にね今まで本当喋ってればいいんでしょみたいな。そう思ってたの。全然違う。全然違う。本当にきっと大丈夫だって。ありがとうございます。本当きっと大丈夫って言われてる人かって、きっと目標達成だって。
じゃあ今の目標は？ドゥイ割とでもほんと年に10万人行きたい。年内に10万人行きたい。それはそうだね。少しでも早く行きたい。でもせっかくやるならやっぱさ上を目指したいじゃん。これ何味？塩キャラメル。マジででも本当に笑い声が一番私は印象に残ってるよ。じゃあなんであんな反省してたの？だから自分ができなさすぎてるってこと。笑い声の話だったの？じゃあできないじゃあだけど本当トーク上手だし、あとみんな可愛いからこの距離で見てもみんな超綺麗だね。いやそれはそう。撮影始まって横にいたのが大内さんだったんですけど、なんか大内さんって私そんなにメイクが濃いっていうか、なんかしっかりそのメイクをやってるっていうイメージが私の中でなくて、俺もなかった。あんまりなのにすっごい綺麗なメイクをしていて、そこで私結構びっくりしました。しかもこの距離で見ても超肌綺麗だし、皆さんの美人にね感動したのね。感動したし、ほんと話の上手さずっと言っちゃうけど、ジェシカさんのその自分が過去に体験したエピソードを話す時の順番の上手さとか、上げ下げって喋っててこうつるって滑ってバーンみたいな、思いっきりもうそのおしっこ踏んで、もうバーン滑ってもドーンってもう全部もう大ごけしたので、もう信じられない音が出たのねそんなんできないもん、自分の過去の話してる時に。いやできるよ絶対できない。そんな感じなのに本当は。けどもうここにも俺も萎縮しちゃってた。綺麗こぶってる。すごすぎて。でなんかその大春でもコラボした時にやっぱ大抵の人はみんなゼロップリの空気感に飲まれちゃうことが多いみたいな言ってて、いや本当にそうだなと思ったから、これから例えば僕らが YouTube 頑張ってすごい方々とコラボできるようになったとしても、やって面白くなかったら意味ないからさ。だから準備必須です。いや本当にそう。準備不足だね。でも確かにね。ドゥイ弱点が分かったじゃん。確かに俺ら意外とフリートーク苦手。苦手。意外と喋るの大好きなくせに苦手なんだかも意味わかんない。でしかも聞いてもないこと死ぬほど言ってくるくせに、じゃあこれはって聞いたらちょっともう覚えてないなみたいな。わかる？俺もそうじゃん。私本当にそう。なんか変なとこばっか覚えてんじゃない？だから重要なところはさ覚えてないくせにさ、なんでそんなこと覚えてんのみたいなことばっか覚えてるじゃん。そうね。容量の無駄遣いちっちゃいんじゃないキャパ。そも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 ね。早く食べよう。ストロベリーチーズケーキ、これは31コラボ。チーズケーキ系僕大好き。いただきまーす。いただきまーす。クーポン付きらしいよ。50円引きクーポン付き。ホワイトチョコって結構強いんだね、味が。最初だけだね、チーズケーキの味します。3年後またコラボしようじゃん。3年先輩だったじゃん、ゼロプリさんが。でも3年でうちらなれんのかな。多分1年で成長して2年3年はもうその人たち次第じゃない？ああ、そういうこと。もう最初の1年間は成長の日々ってこと。多分。でそっからでは大変なの。スランプじゃないけどさ。だってさ何かを頑張ってもさ一定のとこまでは絶対行くじゃん。確かにね。何の知識もない人がじゃあ1年何かの科目で勉強したら50点多分絶対取れるじゃん。そっからですよね。だから俺らの1年はその50点にたどり着く1年なの。そういうこと。その後の2年目3年目はその人の頑張り次第ってこと。そう。1年で80点取れる人もいると思うけどね。これ俺めっちゃ楽しみにしてた。濃い抹茶。うわ、濃いよ。だってこないだとか僕は抹茶味が好きでカフェインを控えてるからあんま食べないんですけど、仕事終わってマンションにコンビニのマシーンみたいなのがあって、ココニが食べたいのはシャーベットで、僕は抹茶のアイスクリームにしようと思って買って、で家帰って夜お風呂上がりになんかやっぱり抹茶食べたいとか言い出してで俺の抹茶を食べるっていう、奪いました。はい。いいじゃん。ドゥイー。確かに自分の強さは分かってないといけないかも。なんかいい意味でいい感じの脱力感が僕らにはあるんだなっていうのはプラスとしての気づきではあったんですよ。変わんないもんね別にうちらね。そう。カメラがない時もある時もやっぱ大体皆さんオンオフがあるんですけど、僕らはそのオンオフがないからこそ仕事というかカメラが回ったら用意してるものをちゃんと自分の中で理解して整理しとかないと喋れないなって思って、あとはそのいい感じの脱力感があるから僕らが上手にお話を話
話せて面白いと思ってもらえたら結構多くの人に受け入れられやすい2人組ではあるはずなんですよ。どういうこと？なんていうの、強すぎないじゃん。そういい意味で。確かにね。言うたらその陽キャすぎる人に近づけないみたいなテンションに近い。わかる言いたいこと？そんな感じを僕ら2人からは感じる気がしているから、それは絶対強みなんですよ。テクニックと慣れと、マジで慣れ。いやもう慣れだけじゃないよ。 100% 努力でしかないと思う。そうだよね。努力と準備と、あと賢さ足りないね。マジでやばい。あと足りない人の話を聞かなすぎる。私もそうそう、あんただってこの間反省するって言ったら全然反省できてないよ。なんだか覚えて覚えてるよるね。人の話を切らない。そう、もう多分お二人はもうこの時点で切ってたって思ってるから今。へえ。意識はしてんだよね。やばいですか？キャラが出ていいかな。まあ僕とだったらまだそうだよね。いいんだけど、それ日々気をつけてないのに緊張してる時にできるわけないので、それを俊が言ってくれたんですよ、この間。家に帰って2人で反省してたんだよね。それが超 Z 世代って言われた。とりあえず自分が喋っちゃう。コラボの時にゼロプリさん全員の時はね結構分かりやすく順番があったんですよ。けどセシルさんの動画でやった3人の動画はフリーだったんだよね。結構めっちゃフリーだったね。トピックだけ3つあって、それについて話し合ってみたいな。もう「分かります私は」みたいな。まだ終わってないけど喋っちゃうみたいな。その相づちがあんま上手じゃないかも。でも本当私ね、もうずっとね思う。でも聞き上手ではない。リアクションしてくれるのって話してからしたらめっちゃ嬉しいんだよ。ここにぐらい分かりやすいリアクション取ってくれるって嬉しいの、めちゃめちゃ。けどそっからがその自分のターンにしちゃうの、それで。わかる？でも多分言われてみればそうかもね。そう、めっちゃ喋っちゃう。多分2位もそういう節あるから気をつけなきゃいけないんだけど、だから多分気づくんですよ。自分に似てる部分があるから、それをめっちゃ感じる。熱いかも。ほら、怒られたら熱いかも。怒られたやつ。じゃあここにが見つけたここはなんか僕らにしかないいいとこなんじゃないかな。強みだよ僕ら。なんかその兄弟ってところじゃない？やっぱみんなは兄弟でやる人が少ないじゃん。でも兄弟の何が強いの？でもさ、昔から知ってる人がいるっていうのはさ強くない？一緒にその活動している人の。もっと具体的に、じゃあなんで昔から知ってたらそれが強みになるの？なんかさ、最近しか知らない人と一緒にさ動画撮ってるよりはさ、昔から知ってる人の方がさやっぱりさ面白いんじゃない？そういうとこなんだって。だから全然伝わってこない。具体的なあれがないじゃん。嫌いになりそう今日で私大丈夫。ドゥイー。反省したいことを分かった最初に3つぐらい出せばいいんじゃないですか、自分の。思う。じゃあ僕の反省した部分3つはいっぱいあるけど3つに絞ります。1つ、準備にもっと時間をかけれたなっていう事実。2つ、もう僕は結構この1個かもしれない。めっちゃ嘘つきだよね今。めっちゃ反省するとこいっぱいあるんですけど3つにします。1個。いや違うよ、もうなんか全てがこの1つに集約されてるというか、結局ね、話したかったトークも忘れてたから言えなかっただけで、家帰ってシャワー浴びてて思い出すとかあったから、わかる。ちゃんとした準備は必ず必要だなって改めて。決まってるわけだしね、ある程度ね。そうなの。てか決まってたんですよ。そのオプションとしてはいくつかあって、それが当たるかは分かんないけど全部用意しとけばいいだけの話だったし、それはやっぱコラボしていただく相手にも、いや本当にそう思う。僕らが飲まれてるようじゃコラボになんないかなっていうので、準備は本当に大事だったなと。いや私も本当にちゃんと準備をすればよかったのと、あとはその会話の時のバリエーションの少なさ。自分のパンドラがお揃いだったんですよ、ジェシカちゃんと。あ、そうなの？でパンドラじゃんみたいな言ってくださった時の私の対応がそうですねで終わりに最低。なんか絶対もっと言うことあったよねみたいな。これ日本限定なんですよとか。そうだからその話す時の引き出しの少なさ、自分の。ジェシカさんのそれどこのなんですかとか、そうだからもうその不意に来た時の頭の回転力がマジで足りない。で特にその初対面の人とかなわけじゃないですか、コラボって。それから友達とかにさ言われるのとはまた話が変わってくるわけじゃないですか。だから友達と話してる時はそんなの気にしなくてもいいのかもしれないけど、やっぱその初めましてとかちょっと上の立場の人とか話す時のバリエーションの多さ、少なさ。あとはこうやって表に出て活動していこうって決めたなら、それなりの覚悟と犠牲が必要。難しい。
なんで今イコールじゃなかったよ絶だからそのただ話すだけだけど話すためだけに自分が対。あ、そういうこと？日頃そういうシチュエーションにあった時にできるようにもう友達とですらとかだからそれね、まず不意な言葉のバリエーションがまず少なかった2つ。3つ目はゼロプリさん側だからそれこそコラボのしてくれてる方のに飲み込まれちゃったって思ってるんだね今そうまだ飲み込まれちゃったっていうかなんて言うんだろう、コラボってそのコラボした人たちの良さと良さが絡み合ってできるわけじゃないですか。でもゼロプリさんの良さは出てたと思うんですよ、めちゃめちゃ。でもうちらの良さがなんかうまくコラボレーションできてなかった気がするっていう話。そうでも結局準備してなかったからなんだと思う。でもなんか準備全くしてなかったわけじゃないんですけど足りてなかったね。あんなそうそうとビッグな YouTube をやってる方とコラボできたことがすごい幸運なんですけど、だからこそ学ぶことはめっちゃ多かったと思うからすごい僕らラッキーだと思いますね。まだ1ヶ月経ってないんで、それでこんなに大きなことに気づけたならあとはもう伸びるしかないというおおこと慣れほど恐ろしいものはないのでね。じゃあ反省会は一旦終わりですか。ドゥイーはい、ということで今日はキットカットを食べながら大反省会ということだったんですけど話せましたよね。ちゃんとね反省するべきとことこれからうちらが進むべき道が分かったということで、ちょっとキットカット全部食べれなかったんですけどエンディングでちょっと食べてるその映像もお楽しみください。さよならありがとうございました皆さんまたねせーの3位3位これです。オランジェノーマルキットカットです。ショコラオレンジさっぱり系が好きです。2番せーのフレクティー 72% カカオのキットカットです。マジ美味しい。甘いミルクティー好きな人は好きです。1位です。せーのもうぶっちぎり絶対ぶっちぎり。桜餅界隈が好きな人も絶対好きですね。桜きなこ。おすすめです。はい以上以上。はい